Ciao a tutti, benvenuti a Milano. In questo momento ci troviamo da Ronin e io sono il responsabile dell'accoglienza e mi chiamo Ayu. Ronin è un palazzo, una realtà molto caratteristica che all'interno racchiude diversi ristoranti, cocktail bar e anche il sushi bar Omakase. Oggi apriamo le porte a Italia Squisita per farvi incontrare il grande maestro Katsu Nakagi. Insieme a lui scopriremo uno dei grandi classici della cucina giapponese, ovvero il sushi. Adesso passo la parola allo chef Nakagi, prima però vi ricordo di attivare i sottotitoli perché lui parla solo giapponese. おはようございます。よろしくお願いします。東京の蒲田という町の初音寿司という寿司屋の4代目、中地勝と申します。家業の寿司屋、を継いで、私の代で30年ほどになるんですが、今年は創業130周年を迎えまして、大変記念すべき年にヨーロッパ、まずはイタリアミラノからスタートということで素晴らしいスタートが切れたと思っています。本日はイタリアスクイズイーターの皆さんにお寿司の歴史と私の作るお寿司の特徴についてご紹介させていただけたらと思います。もともと寿司という言葉ですが、平安時代1600年前に出てまいります言葉の中で「意と寿司物よ」とっても酸っぱい食べ物であるという形容詞、これが1600年前電気もガスもない時代に捕らえた魚、獲物、獣の肉であったり、お魚であったり、こういったものをどうやって、その貯蔵するか、その貯蔵技術、これが乳酸発酵を利用して、塩ないしお米を使ってそういった獣の肉やお魚を貯蔵する技術、そして発酵した食品のことを寿司と平安言葉で「お寿司寿司」と言って食べていた、酸っぱいということですね。今日は特に、お寿司を構成する3つの要素、大変重要な、まずご飯、お米を炊くということ、そしてわさびの特徴ですね。それともう一つはお魚。まずお米についてお話します。お米はまず取り出してからきれいなお水で2度3度と洗って、これによってお米の艶が良くなり、余計なぬめり気が取れてお米同士がくっつきすぎないようになります。濁りを取り除き、それで澄んだお水の中に分量を測って6時間冷蔵庫の中で吸水させます。このベンチタイムが大変重要で、ふっくらと美味しいご飯を炊き上げる過程の中で決して抜けない作業工程です。その後にかまどの中に炭を起こして火を起こして、皆さんこのかまどをバーベキューグリルとしてご存知だと思います。これは本来、昔の日本で理想的なご飯を船の中で炊くために開発されたものです。現代にそのコピー商品がバーベキューグリルとして世界中に出回っています。450度から500度に達したところにそのお水とお米、そして日本の羽釜という大変変わった形、土製の輪のような他の国で見たことのない釜の入れて圧力をかけながら11分ほどでだいたい炊き上がります。そしてこの丸い羽釜の良さは円形の効果によって周りから輻射熱をまんべんなく受けて理想のお米の炊き上がり状態を作り出すことができます。
今現代ではもう電気の炊飯技術ものすごく素晴らしいものがたくさんできています。日進月歩で美味しいご飯がもう電気ジャーでも炊けますし、もちろんガスの業務用の釜もたくさんありますし、美味しいご飯たくさん炊けるのはもう十分分かっています。僕はイタリアのフードご飯が大好きで、もうパスタも大好き、もうスパゲッティ大好き、ピッツァも大好き。その中でナポリピッツァだから、ナポリの今粉だらけになって毎日、ピザ生地をこねて巻き窯にピザをくべてる職人になぜ電気でやらないんだって同じ質問をしてください。多分笑われると思います。そんなのピッツァじゃねえよと言われるんじゃないでしょうか。私も同じ答えです。炊き上がったら釜の中から炭を取り除きます。そして釜の温度を一気に下げて15分この中で蒸らしていきます。そしてその状態でお客様にプレゼンテーションして釜から出し、半台といってシャリ桶の中に出し、そして手前でも特徴である赤酢、米酢のブレンド、酒粕を発酵させた4年熟成した赤酢、これがイタリアの古いバルサミコ酢のような美味しい旨味たっぷり4年分の熟成を得ています。そして、それと特別なお塩ですね。そのお塩とお酢、酒粕酢、米酢、このブレンドしたものだけを合わせることによって最高の状態の寿司飯が出来上がります。それではわさびについて、少しご紹介します。手のひらぐらいの大きさに育つまでだいたい5年ほどかかるという、高山植物というのはよく育つ、小さく見えてもとても年数がかかっているというのが分かりますが、わさびもそうで、このわさびを使って、葉っぱの部分をきれいに包丁で外しまして、葉の方からゆっくりと下ろしていく。そうすることによって豊かな風味と香りがその空気の中に閉じ込められて、わさびガスという辛み成分、防腐作用、腐るのを防ぐ、腐敗菌を抑制する素晴らしい効果がたっぷりあります。これを使ってお寿司を仕上げていきます。たくさんの種類のネタがお寿司にあって、バラエティー飛んでお楽しみいただけるんですが、本日はマグロについてフォーカスして、ご紹介させていただけたらと思います。日本人というのは本当にマグロが大好きで、マグロの研究、また生態系をつぶさに観察し研究し、今ではもうこの10年ほど前に完全養殖に成功しました。近畿大学という素晴らしい水産大学が成し遂げたことなんですが、その研究の中でマグロというのは他の海の魚と違って体温を有している、その一生の中で決して動きを止めない、常に泳ぎ続けている。そのことによって自分が発熱して、常に安静時で28度の体温を有しているということが分かりました。で、彼らが海でいる時に一番リラックスして、安静時28度、火としてもうやはり、汗はかかないでしょうけど、発熱している時はやはり40度近くまで上がるらしいんですが、その28度を、一番その正しい位置、マグロが一番リラックスしている状況を作り出そう。果たしてそれがマグロのためになっているか、マグロの個性をしっかり出すためにきちっとした温度で召し上がっていただく、これが私たちの務めです。切り分ける時には大きな長い柵取り包丁、そうですね、大変長いマグロの包丁というのを用意して、まず柵取り、切り分ける、大きく赤身、中トロ、トロと切り分ける作業はとても長い大きな包丁を使います。これは私が日本から持ち込んだものなんですが、長く付き合っているマグロ屋さんからいただいたもので、亡くなった私のパートナーの名前を彼らが彫ってくれて、イタリアに挑戦する花向けとしてプレゼントしてくれたものです。
清潔な包丁を用意する、清潔なまな板を用意する、もう全て清潔なんですが、またきれいな布巾を用意していただいて、これはなぜかというと、スチールと反応してマグロというのは発色し始める、要するに酸化し始めるんですね。本当に変色が早くて、うわもったいないなと思うわけです。ですから僕らも切った後必ず布巾できれいにその鉄の成分をマグロから拭って、そして清潔な保鮮紙、鮮度を保つ紙と書くんですが、保鮮紙できれいにくるんであげて、冷蔵庫に保管する、もしくは氷の中に、落とす、こういった作業をしていってほしいと思います。赤身、中トロ、大トロ、この3つの種類、1つのマグロから美味しい部位を、代表的な3つの部位を使って、いかに皆さんに楽しんでいただけるかご説明していきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず赤身。赤身はマグロの中心部分の骨、このをステアさせている大きな筋肉が赤身です。ですからその筋肉質の引き締まったうまみ、これを感じていただきたいですね。で、少しの酸味と大きなうまみがあります。あと次が中トロ。中トロというのはやはりこちらイタリアでもとても反応がいいパートです。皆さん中トロ美味しかったとおっしゃっていただく。これはバランスがいい。なぜかというと油分、オイリーでもあり、そして赤身の旨味もある、ハーフハーフのような状態です。そして3点目、大トロです。これはもう本当に贅沢な、本当希少部位で、マグロ、1匹の中でもどうでしょう、5% ぐらいしか取れないような希少部位です。ここを贅沢にも私たちは一度湯に落として、煮沸消毒の意味もあります。これは本当に冷蔵庫のない時代のマグロの使い方です。一度湯に通して滅菌殺菌したものをお醤油につけて、空気から遮断しマリネします。この漬けという作業を1時間ほど行い、その後に今度はメラード反応、香ばしさをまたそのジューシーなオイル、そして、またいぶした香り、この複合的な楽しさをここで与えていきます。赤身、中トロ、大トロ、この切り分け方は3つとも同じ柳刃という尺一寸という、33センチ、それのプラス3ですから、36センチぐらいの長さの包丁ですねを使って、まずは柵取りといいまして、手の幅、お寿司というのは手で握りますので、この幅よりも広いと、中に入り込まないので、手柵と僕なんか言います。ですからこの指4本分の幅で、切り分けるというのが一つの特徴です。やはり赤身の食感、中トロの食感またによって厚さを切り分けています。その魚によって個体差もありますし、そのみずみずしさであったりとか脂の強さであったりとか、それによって厚さについてはコントロールします。あとは木目のように筋目が通ってますので、この筋に対して直角に筋をなるべく短く切断するような形で包丁の刃を入れていくというのが特徴です。ぜひね、その入れ方によってとてもこの筋っぽく感じてしまったり、またうまくいかないとそういうことになりますので、きれいにそのお口の中でマグロが美味しく召し上がっていただくためには筋をきちっと切断していくということが重要です。
まずお寿司を握る時、切りつけたお魚、そして、右手にはご飯を取ります。この酢飯の分量ですが、僕のお店はお任せといって全てお客様はその調理師に委ねる、献立を含めて任せていただけるというのがお任せの理由なんですけれども、その中でご飯の量に関してはその召し上がるお客様によってサイズを変えていきます。ですからやはりこの大きな方もいれば小柄な華奢な女性もいらっしゃいますし、その方が召し上がるスピード、噛む速度、噛む回数、これを私は常に、もちろんその魚ネタの大きさによって上限と下限、これ以上小さくできない、これ以上大きくできないっていうのはもちろんあるんですが、その中でもう自由自在にそのお客様の召し上がる速度、表情、噛む回数を観察してご飯の大きさを変えていく、これがお任せの大きな特徴です。お任せの場合は全て調理師が適正なお醤油でしたり調味料、先ほど申し上げた塩を使ったりお客様に完璧な状態のものを提供すると思うんですが、ご自宅で、お寿司またもう全て出来上がったものがお皿に乗っている場合、どうやって食べるか。まずポイントとしてはお醤油をつけすぎないことですね。特にご飯の部分にお醤油をつけないように気をつけてください。せっかく作ったお寿司が崩れてしまいます。それでは、お醤油つけてすぎてしまうとせっかくのお寿司の風味が、失われてしまいますので、初寿司では全て手で召し上がっていただきます。手を使って食べる、もう大変感覚的に、要するに触覚でもまず楽しむ、その寿司の例えば重さ、テクスチャー、触り心地、もう大変に子供に帰ってひっくり返してお魚の部分だけを醤油つけて、そしてお口に運ぶ時は、お魚の方がベロの上に乗るように入れてください。でお口を閉じて、私が祖父や父から教わったのは、舌の上に乗せたらお口を閉じて3秒から5秒待て。その間に舌の上で自分の体温で舌の温度で魚の脂が散ります。マグロは28度と申し上げましたが、人間の体温は36度ぐらいありますので、その差で脂が溶け始める。これが一つ口内調味という料理なんです。皆さんその唾液の酵素、寿司ネタ、寿司飯、これを噛むことによって料理が完成に近づいていきます。これが寿司を楽しむエキサイティングな瞬間です。ぜひお楽しみいただけると思います。私のお店ではお茶を使ったフィンガーボール、大きな湯飲みですねに、お茶と、少し果物、香りのついたものを入れて、フィンガーボールを使っていただくんですけれども、お茶を使う理由なんですが、手前どもの店は、父から子へ、子から孫へ、孫からひ孫、私がひ孫ですが、ひ孫に伝わってきた130年、の小さな伝統と技術があります。この歴史を感じていただけるようなそのお寿司の流れもお楽しみいただけると思います。また現代においては本当多種多様なお寿司があると思います。その中でこういったクラシックな寿司と現代のお寿司の融合ですね。またその日本の食材だけではなく世界の食材とお寿司という調理方法が出会うということを皆さんには実体験としてこれからどんどんと経験していっていただけたらというのが私の願いです。今日はありがとうございます。